顔がうまく描けたらね、絵やめないで済むんですよ。とりあえず自分が満足納得いく絵が描けたらやめないで済むの。これ大事なポイントなんですよね。まずですね、上手くなるためにはたくさん描かなきゃいけないんですよ。継続して、まさに習慣化するってことですね。まず習慣にならなければ上手くなる以前の問題なんですよ。特に絵を描き始めの人に関して言ったら、3日空いたらわけわかんなくならない？これね、面白いぐらいスポーツとかと同じなの。ほんと俺もね、未だにゴルフね、3日空いたらわけわかんなくなるね。ちょっと手にその染みついてないんで、形が。なのでちょっとねリセットされちゃうんですよ、その間。まず上達したいんであれば上達を1回置いとくんですよ。上達したいっていう気持ちを置いといて、まず書くことに、楽しむことに専念する。習慣化することだけに集中する。そのためにはこの下手くそな何もうまく書けない自分が楽ちんにうまく書ける方法は何かなって考えるんです。まず見ながら書くこと。そしてですね、色塗っちゃうんだよ。色鉛筆とかで影つけたりとか、線ね増やすの。そうするとねうまく見えるのあとね、こういう方法もあります。最初から下地に色塗っちゃうんですよ。修正用紙ね、大してうまくなくてもうまく見えるんです。あれずるいんですよ、作画監督っていうポジション。色紙でねだいぶうまく見えてるよ。あれね魔法なんです。実は色紙マジックっていうのがあるんですよ。だからまず皆さんですね、カラーリングされたコピー用紙に書いてみることをお勧めします。だからいかに下手な自分の画力をまだマシなものに見せるかということをですね、いろんなこと試してちょっとでもマシに見える背伸びをですね、たくさん僕はやってました。うまく描けないやうまく描けないやじゃさ嫌じゃないですか。だからちょっとでもマシに見えるたらさ、うまく見えたら楽しいじゃんないですか。自分の絵がちょっとでもよく見えたら、ちょっとでもよく見えるっていうことをありとあらゆることを使って描くんですよ。よくね漫画家イラストレーター、やりたいですみたいな人がですね、足先までね描く人いるんですよ。いやいいよ、もちろん足先まで描いてもいいよ、うまく描けたらね。でも大体足先曖昧になっちゃうでしょ。練習の時はいくら下手に描いてもいいんだけど、自分の画力をね、最大限よく見せたいという時はですね、自分のね弱点、下手に見える部分全部トリミングしましょう。あんまうまく見えないところはですね、作品とかね商品にね出しちゃダメなんですね。それやっぱ必要になった時に学べばいいんです。それ以外はですね適当に逃げ回っていいと思います。無駄に自分に負荷を加えてもですね、なんかね意味ないんですよね、あんまりね。まずね皆さんね、大事なことはワンパターンが上手くなるってことが結構大事なんですよ。例えばですよ、なんとかレンジャーみたいなやつあるんじゃないですかね。あるいは仮面ライダーでもウルトラマンでもいいですけれど、必ず終盤の残りね、7、8割終わったぐらいの時に、敵と戦うでしょ。その大きいおもちゃにまず乗って、そのちびっこの時にやっちまえばその犠牲も少なく街も壊れず秒で倒せるじゃねえかとみんな大思いになりませんでしたか。しかしそれはダメなんです。ピンチになってから大きいのに乗ってで倒すでしょってね。なんか魔法少女ものだったら変身するし、いわゆる王道のお決まりのパターンってあるじゃないですか。あれがですねちょっといい年になるとっていうのは、そのクリエイターとかになっちゃって、いい年になるとああいう王道のワンパターンのやつが軽薄というか創作物として微妙なものに見えてしまうっていう時期があるでしょ。なんだけどこのね王道のやつをまず学ばない限りですね、上手くなることはないんです。皆さん真似しようなんです、次のステップが。真似しない限りですねダメなんですよね。まずこの王道の必勝の一番分かりやすいやつね、正面横斜め、そして煽り俯瞰ね、顔だったらねの形、まずね覚えましょうって。もう覚えるしかないの。なんでこんな横顔してんですか、なんでこんな正面顔してんですか、理由なんかねえんだよ。みんなその科学者になりたいんですかね。目の前にあるうまい絵そのまままず描こうですよ黙れですよなんでこうなってんですか、黙れですよそんな聞いてどうするで、どうするお前で、今の聞いてうまくなったか。それでうまくなんないんですよ。まず目の前のやつ描こうってただそれだけの話マジでそれに理由なんかないの。それがみんなが美しいと思ったんでしょ。今残ってるってことは結局はなんでこうなったんだろうって気になる人どんどん調べてください。はい、調べる分にはいいです。
ただ絵が上手くなりたいんだ、目の前のやつ描いてみればって。目の前の自分が一番描きたいな、かっこいいな、かわいいなと思うやつを真似しようしかないの。もう吸収しようって、指先にインストールしましょう。これしかないんです。王道の形やパターンを真似しましょう。だから今の暫定的ないいと思うやつをまずは自分の体に入れるんだよ。理由考えてもいいけどしょうがないんだよそんなの考えてもなんでこの自然はこうなってんですかみたいな質問だよそれなんで小屋はあの形をしてて、なんで今雪降ってんですか、なんであの山はあの形してんですかみたいな質問です。それまずさ、うまい絵をさそのまま吸収しよう。それがあなたが何に見えるかってことが大事なんだって、絶対の大事な必勝法なんかないんですよ。まず丸描いて、顎描いて、首描いてとかさ、超下手くそななんか本のノウハウ本とかあるんじゃないなんだこの絵みたいなのを真似してどうすんのよあなたね。じゃなくて、あなたがパッと見て、うわこれいいなっていうのをまず真似しましょう。大事なことは真似するとかね、技術とかじゃなくて、実はもっと大事なことはあなたが感動した心が大事なんですなんだよそれ。次にいきなり綺麗なこと言っても全くね説得力ないと思うんですけど、あなたの心ですってやつですねそうあなたの心が一番大事なんです。勉強になるからとか意味不明なですね理由で絵を描こうとしないでほしいんですよ。学校の勉強も本当はそうなんだよ。自分が感動したものとかなんかすごく心に来たものっていうのは残るんだよ。でやっぱりね、感動してないもの、面白いと思ってないものは心に残んないし記憶できないのね。だからですね、なんか暗記科目みたいになんかキャラクターを覚えなきゃいけないとか、パースを覚えなきゃいけないとか、なんかこういう骨格を覚えなきゃいけないとか、なんとかしなきゃいけないっていうですね、よくわからない義務感ベースの人ってね、言い方が悪いんだけどつまんない絵になるんだよそれ。ほんとそれなんかしなきゃいけないベースの人ね、ほんとつまんなくなるの。なんか棒っぽいっていうか、なんか硬いっていうか、硬いのはですね、あなたの心が硬いのですそうマジであなたの心が硬いのですよほんとちょっとね頭でっかちになりすぎ。言うても僕さ、かなり理論派だと思うんですよ。自分で言うのもなんですけど、かなり理屈で物事を解明したいし、なるべく多くの人にその理屈で、書き方を説明することによって、多くの人がね上手くなってほしいと、思ってねこういうことを言ったりやったり発信してたりするんですけど、そんな僕が思うのはね、頭より手なんですよ。指先なんですよ。これ理屈で考えてそうなんです。皆さん頭で考えたことなんて大したことないからね、ほんとマジで。将来こうなりたい、ああなりたい、今からこうしたい、ああしたいっていう、予定、それはもちろん誰だって予想する考えるし、俺だって考えます、そんなの。だけどそんなの本当にくだらないですよ。自分の行動に比べたら。自分が実際行動して初めて分かることだらけだと思いませんか？逆に言うと行動しないと何も分かんないんですよ、ね。うまい絵は自分の指先で再現しなければそのシーンは分からないんですよ。なのでパクリとかさ、真似はダメとかさ、マジでそのレイヤーで止まってる人はですね、本当うまくなんないですよ。そういう考えの人はね、世の中の名作、いいもの、あるいはね、そういうものから吸収する気がないっていうことなんで、もう自分一人で戦おうとしてるってことはですね、もう無理なんですよ。絶対無理なんですよ。